田中ラジオ。皆さんこんにちは、田中です。最近日本はとても暑いんですが、皆さんの住んでいるところではどうですか？私は暑いのがすごく苦手なので、夏の間はあまり外に出ないで、家の中で過ごすことが多いです。私は家にいることが好きなので、どんな季節でも家にいる時間は普通の人より多いと思います。さて、今日はモチベーションに関する話をちょっとしてみようかなと思います。皆さんはこんなことありませんか？日本語を勉強しようと思ったけど、ついついスマホを見てしまうとか、仕事ですごく大事なプロジェクトがあるけど、なかなかやる気にならなくて後回しにしてしまうとか。私も大事なことを後回しにしてしまうことはすごくよくあるんですね。例えば YouTube の動画を作ろうと思って、でもいいアイデアが浮かばなくて、他のもっと簡単な作業をしてしまうとか、そういうことはすごくよくあります。こういう何かを後回しにしてしまったり、勉強のモチベーションが保てないことって、語学を勉強している方にとってはよくあることだと思います。でも、語学を勉強する上で、そうやってモチベーションを維持して勉強をずっと続けることってすごく大事なことだと思います。私も結構モチベーションが下がったり、大事なことを後回しにしてしまうことってすごくよくあるので、皆さんにこうした方がいいよって教えられる立場ではないんですけど、実際に私が何かを後回しにしてしまうときに工夫していることなどをシェアして、皆さんにとっても少しでも役に立つお話ができたらなと思います。ぜひお茶でも飲みながらリラックスして聞いてください。まず私がどんなことをついつい後回しにしてしまうかっていうことなんですけど、例えばさっきもお話ししたように YouTube の動画を作ることですね。アイデアがすぐに浮かぶときはサクサク進められるんですけど、全然いいアイデアが浮かばないときもあって、そういうときは何か代わりに、簡単なメールの返信をしたりとか、急に家の掃除をしたりとか、そういうことに逃げてしまうことはよくあります。それから私も言語を勉強していて、今は英語と韓国語を一応勉強しているんですが、勉強を始めれば結構楽しくやれるんですけど、ノートを開くまで、勉強を始めるまでがちょっと気が重くて、ついつい後回しにしてしまうことはよくあります。そういう自分の癖をちょっと直したくて、自分なりになんで後回しにしてしまうのか分析してみました。まず、どんなことを後回しにしてしまうのか考えてみたら、YouTube を作ることも語学の勉強もどれも自分にとっては大切なことで、心の中ではやりたいと思っていることでした。本当は後回しにしたくないと思っていることでした。でも同時に両方とも結果が出るまでに時間がかかることでもありました。例えば YouTube の動画を作るのには、だいたい私の場合は1週間ぐらいかかりますし、語学の勉強もマスターするまでに時間のかかるものですよね。なので私の場合はそういう自分にとって大切だけど結果が出るまでに時間がかかるものっていうのをついつい後回しにしてしまうということが分かりました。なんでこういうことを先延ばししてしまうかっていう理由を考えたんですけど、いくつかの理由がありました。一つは自分にとって高すぎる目標を立てていたことでした。例えば YouTube の動画を作る時の目標は動画を1個完成させるっていうことが最終的な目標ではあるんですけど、それをゴールだと考えるとすごく遠いように思えて、なかなか作業を始められなかったと思います。でも実際にはもちろん最終的なゴールは
動画を完成させることですけど、その間にもいろいろなステップがあるんですね。例えば、台本を書く、声を録音する、イラストを描く、動画を編集する。そういう動画を作るっていう作業を小さなステップに分けて、今日は録音までやろうとか、今日はイラストだけ描こうとか、小さな目標を立てるようにしました。そうすると、一つ一つの作業がそこまで重くないものに思えて、後回しせずすぐに作業ができるようになったと思います。やりたいことを後回しにしてしまうもう一つの理由が、それを始めるまでのハードルが高いことでした。始めてしまえば意外とスムーズに作業や勉強を進められるんですけど、始めるのが自分にとっては気が重いと感じていました。始める前はその作業にどのくらいの時間がかかるかわからないですし、思い通りに進められるかもわからないし、そういうわからない状態があんまり気が進まない原因だったんじゃないかなと思います。でも、語学を勉強する中で、ある韓国語のことわざに出会いました。シジャギパニダっていう言葉なんですけど、始まったら半分終わったようなものっていう意味で、この言葉がすごく気に入っています。何事も始めるのが一番大変なことっていうことをいつも忘れないようにして、気が進まない作業もとりあえず5分だけ始めてみるとかするようにしてから大事なことも後回しにせずスムーズに始められるようになったかなと思います。はい、以上が私の後回しエピソードとそれに対して工夫していることでした。私もまだモチベーションの波とかもありますし、どうしたらもっとやる気を維持して、仕事も勉強も取り組めるか研究しているところなので、もし皆さんも何か大事なことを後回しにしないために気をつけていることとか、モチベーションを維持するために工夫していることがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。さて、今回もこのエピソードに出てきた単語や表現をまとめた PDF を用意しました。こちら無料でダウンロードできます。あと、トランスクリプトの PDF も別で用意しているので、概要欄のリンクからチェックしてください。お便りコーナー。今回も田中ラジオに送っていただいたお便りを紹介します。今回はインドのジャン・ハビさんからのお便りです。私は日本語を勉強していて、2023年に TLPT の N3 に合格しました。でもその後、なかなか日本語の勉強をできていません。日本語の勉強を再開したいけど、忙しくてなかなかできない人のために何かアドバイスをください。ということでした。お仕事とか家のこととかそういうライフスタイルが変わって今までみたいに日本語の勉強に使える時間が少なくなってしまうのは多くの人によくあることだと思います。もし机に向かって勉強する時間が少なくなったとしてもできれば一日にほんの少しの時間でもいいので日本語に触れてほしいなと思います。5分でも10分でもいいので、好きな日本語の歌を聴いたり、ポッドキャストを聞くのもいいですし、私のこの田中ラジオもそういう時にぜひ聞いていただけたらなと思います。長い間日本語から離れてしまうと、単語とか文法とか一時的に忘れてしまうこともあると思うんですけど、一度しっかり勉強したことって完全に頭から抜けてしまうことってあまりないと思うんですね。ちょっと忘れてたとしても、また勉強を再開すればすぐ思い出せると思うので、長い間日本語から離れてると、再開するのに大きなエネルギーが必要になると思うんですけど、これもさっきお話ししたのと同じように、始めたらもう半分終わったようなものだと思うので、これから日常に少しずつ
無理しないペースで日本語を取り入れる時間を作っていったらいいかなと思います。はい。それでは今回の田中ラジオは以上になります。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。